今日は大葉の唐揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は大葉の唐揚げを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、鶏胸肉を使って唐揚げを作っていきます。さらにですね、大葉も一緒に入れてさっぱりとした仕上がりにしていきます。鶏胸肉は結構パサつきやすいんですが、そのパサつきを抑えて柔らかジューシーに仕上げる方法をご紹介します。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに味付け調味料以外の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏胸肉、大葉、片栗粉、お砂糖、塩、お水、そして揚げる時に揚げ油を使用します。ということで今回はね、鶏胸肉を使って唐揚げにしていきたいと思います。こちら鶏胸肉なんですが、お好みで鶏もも肉でも OK です。今鶏胸肉はですね、約 350g になります。そして大葉ですね、今回は8枚入れていきます。もっとたっぷり入れたい場合は10枚入れていただいても OK です。大葉の量はお好みで調整してください。そして今回ね、鶏胸肉を使うということで、鶏胸肉をブライン液という液体につけて作っていきたいと思います。そちらのやり方は後ほどご説明していきます。それでは続いて味付け調味料の材料をご紹介します。材料はこちらです。料理酒、おろしにんにく、おろし生姜、鶏ガラスープの素、ごま油、胡椒、こちらの材料で味付けをしていきます。おろしにんにくとおろし生姜に関しましては、こちらはチューブタイプのものを使っていきます。生のものをすりおろして使っていただいても OK です。そして胡椒なんですが、こちら塩胡椒ではなくてテーブル胡椒を使っていきます。こちらはね、塩が入っていると少ししょっぱくなりすぎてしまいますので、必ず塩が入っていない胡椒を使ってください。そして付け合わせに今回は大葉入りの大根おろしを添えたいと思います。材料はこちらです。大根、大葉、こちらの2つでね、大葉入りの大根おろしを作っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめに鶏胸肉を一口大の大きさに切っていきます。最初にですね、こちら今回は皮は使わないので、皮は削ぎ取ってください。もちろんね、皮付きの状態がいい場合は皮付きでも大丈夫です。はい、それでは続いて鶏胸肉にフォークで穴を開けていきます。そうすることでこの後ね、ブライン液に漬け込むんですが、その液体が染み込みやすくなります。裏表ね、まんべんなく穴を開けてください。はい、OK です。あとは一口大の大きさに切っていきます。鶏胸肉はね、こんな感じで下に向かって繊維が入っているんですが、この繊維を断ち切るように切っていただくと歯切れが良くなって食べやすくなります。まずこの上のちょっと出っ張ってる部分を切り落とします。そしてこれを縦にして、今度はね、ちょっと真ん中に筋の分かれ目があるので、そこから切り離します。あとはね、もう食べやすい大きさに切ってください。この時もできるだけね、繊維を断ち切るような角度で切ってみてください。はい、お肉はこのように一口大の大きさに切ってください。それでは続いてポリ袋を用意してください。そして口を広げます。この中にですね、まずお水、そしてお砂糖、あとは塩を入れてください。これがね、先ほど材料説明でもお伝えしたブライン液になります。この液体につけていただくだけで胸肉がしっとり柔らかな仕上がりになります。そしたらですね、一度全体を混ぜてください。はい、そして砂糖と塩が溶ければ OK です。それではですね、この中にお肉を入れていきます。そして口を持って軽く揉み込んでください。そして空気を抜いて口を縛ります。そうしましたらこちらをバットの上に置いて、このまま冷蔵庫で1時間漬け込んでください。それではですね、続いて漬け込んでいる間に大葉入りの大根おろしを作っていきます。まずね、大根の皮を剥いてください。こんな感じで剥いておきましょう。続いて大葉です。大葉は揃えてまず茎を切り落とします。そして手前からくるくる巻きます。くるくる巻き終わったら半分に切って、あとは切り口を揃えて千切りにしていきましょう。少しパラつかせます。大根おろしの大葉はこれで OK です。そうしましたら大根をおろしていきます。
はい、このようにおろしてください。それではですね、切っておいた大葉を入れます。そしてよく混ぜましょう。はい、大葉入りの大根おろしはこれで OK です。こちらはですね、使うまで冷蔵庫に入れておいてください。はい、1時間経ちました。状態はね変わってないんですが、こんな感じになってます。それではね、こちら水を切ります。はい、このようにザルにあけてください。ザルにあけたらですね、キッチンペーパーで軽くね全体の水分を拭き取ってください。大体で OK です。はい、お肉はこれで OK です。それでは続いて一緒に揚げていく大葉を切っていきます。まず茎の部分を揃えてこちらを切り落とします。そして手前からくるくる巻いて半分に切ります。そして重ねて、あとは細切りにしていきます。だいたい 3mm から 5mm ぐらいの幅で切っていただくといいかなと思います。はい、でこのようにね切ったら少しパラつかせて、あとは適当にねざく切りしてください。大体で OK です。はい、このようにざく切りしてください。大葉の準備はこれで OK です。それではね、お肉をボウルにあけてください。そうしましたらここに調味料を加えていきます。まずここに料理酒、そして鶏ガラスープの素、おろしにんにく、おろし生姜、そしてごま油、あとは胡椒ですね。そして先ほど刻んだ大葉を入れます。そして全体をよく揉み込みます。はい、このようにしっかり揉み込んでください。それでは今からこちらに片栗粉をまぶしていきます。ブライン液で軽くね下味がついてるので、もうこのまますぐ揚げてしまって OK です。それではバットに片栗粉を用意してください。そして片栗粉をまぶしていきます。こんな感じでね、大葉も一緒に片栗粉をまぶしてください。では残りも同じように片栗粉をまぶしていきます。はい、 OK です。このように片栗粉をまぶしてください。それでは揚げていきます。まずね、フライパンの底からだいたい1センチほどの油を注ぎ入れてください。今回はね、少量の油で揚げていきます。そしたら火にかけます。そうしましたら今回はですね、だいたい170度ぐらいの温度から揚げ始めるので、それまで油を温めます。はい、温度が適温になりました。目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先から細かい気泡が出てくるぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。それではね、こちら並べていきます。やけどしないようにね注意してください。はい、全部入れました。そうしましたらまずこの状態で2分ほど揚げていきます。ここでね触ってしまうと大葉が取れやすくなってしまいますので、触らずに揚げてください。お肉をね入れると少し温度が下がるので、温度の調整は行ってください。はい、今2分ほど揚げました。そしたら裏返していきます。この時ねやけどしないように注意してください。そしたら今度は片面はだいたい1分半ぐらいですね、このまま動かさずに揚げていきます。はい、今ね1分半ほど経ちました。そしたらあとはね転がしながら揚げていきます。全体をねカリッとさせていきましょう。あとですね、途中でこのように唐揚げをちょっと空気に触れさせてください。そうすることで2度揚げの効果が得られます。なのでこうやって裏返しながら、あとはね少し空気に触れさせながら残り焼いていきます。はい、今ねトータルで5分ほど揚げてます。最後は少し油の温度を高くします。だいたい180度ぐらいの温度にして、最後はね高温でカラッと仕上げていきます。だいたい1分から2分ぐらいですね、揚げてみてください。このようにいい揚げ色になったものから取り出していきます。はい、全部揚げ終わりました。このようにサクサクに仕上がってます。それではこのまま3分ほど油を切りたいと思います。はい、これで大葉の唐揚げの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように衣はサクサクで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。大葉の香りがしてすごく美味しいです。そして何よりもこの鶏胸肉がすごくしっとりしてます。はい、ということで
今日も美味しく仕上がりました。今回の大葉の唐揚げのポイントです。まずですね、今回は鶏胸肉を使いました。こちらはお好みで鶏もも肉を使っていただいても大丈夫です。鶏胸肉を使う場合はブライン液につけていただくととても柔らかジューシーで美味しい仕上がりになります。ぜひね、ブライン液に漬け込んで作ってみてください。さらにですね、このブライン液につけていただくとお肉にも下味がつくので、味付けした後の漬け込み時間を省くことができます。そして中に入れる大葉なんですが、こちらは粗めのみじん切りにしてください。入れる量に関しましてはお好みで調整していただいて OK です。今回私は8枚分入れてます。そしてお肉をブライン液につける時なんですけれども、つける前にお肉にね、フォークで穴を開けてください。そうすることでブライン液が染み込みやすくなります。そしてブライン液につけた後はキッチンペーパーで水分を拭き取って、その後味付けしてください。あとはね、片栗粉をまぶしてすぐ揚げることができます。そして揚げる時のポイントなんですが、揚げる時は衣がしっかりしてくるまではあんまり動かさずに揚げるようにしてください。最初のうちからね、お箸で結構触ってしまうと大葉が取れやすくなってしまいますので注意していただけたらと思います。そしてだいたい3分から4分ほどしたら火加減を強めて、温度はだいたい180度ぐらいの高温にして、少しお肉を空気に触れさせながら揚げてみてください。そうすることで2度揚げ効果になってとてもカラッとした仕上がりになります。あとはですね、表面がカリッとしていい揚げ色になったら取り出してください。そして今回はですね、大根おろしと大葉を合わせたものも添えてます。ぜひこちらも一緒に召し上がってみてください。材料お手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は大葉の唐揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。